ひよっこパイロットが撃墜王を目指すモッキーのエースパイロットを見ていただき誠にありがとうございます。今回の DCS ワールド P47 サンダーボルトは着陸編をお届けしたいと思います。キーボードやフライトスティック X56 フォータスを使った例も紹介していきたいと思います。この着陸は非常に難しかったです。何十回も失敗し、何十回も機体を破損させています。何がそんなに難しいかというと、機体が重いので着陸速度が100マイル、つまり時速161キロを切ったところで急に失速します。しかも前方視界が極めて悪いので滑走路が見えにくく、しかも高度がつかみづらいという点があります。例えば日本海軍の冷戦で着陸速度は69マイル111キロ、着陸が難しく殺人機とあだ名されたライデンでさえ103マイル166キロだから、それを上回る120マイル193キロで着陸しなければいけない P47 はかなり難しいと思います。それでは最初に機体を安定させます。エルロン、エレベーター、ラダーの各トリムを必要に応じて調整します。キーボードのキーやフライトスティックを使ってトリムの調整を行いますが、頻繁に使う機能なのでフライトスティックに機能を割り当てた方が楽です。X56 では M1 モードの H2 キーにエレベーターとエルロンのトリムの機能を設定しています。着陸の最終アプローチに入る前に確認する事項を説明したいと思います。テールホイールがロックされていることを確認します。キーボードでは右シフトと T キー、X56 ではモード S1 で SW4 に設定しています。インタークーラーシャッターがニュートラルの位置になっていることを確認します。続いてオイルクーラーシャッターもニュートラルの位置になっていることを確認します。ちなみにインタークーラーシャッターとオイルクーラーシャッターのキーボードの割り当てキーがありませんので、必要ならば独自にキー設定を行います。プロペラガバナースイッチがコンスタントスピードオート、スイッチが上を向いている状態に設定されていることを確認します。通常はこの位置なので特に注意する必要はないと思います。混合機制御、ミクスチャーレバーがオートリッチに設定されていることを確認します。低スロットル状態でのエンジンの過冷却を防ぐためカウルフラップが完全に閉じていることを確認します。もしカウルフラップが開いていたらエンジンカウルフラップハンドルを押し込んでカウルフラップを閉じます。キーボードではカウルフラップを閉じるのを左コントロールと A キー、逆に開くのを左シフトと A キーです。X56 では M1 モードの TGL2 ダウンに設定しています。ウィングポジションライトをオンにします。キーボードでは U、X56 では M2 モードの TGL1 アップに設定します。テールポジションライトをオンにします。キーボードでは I、X56 では TGL1 ダウンに設定しています。ランディングライトをオンにします。キーボードでは L、X56 では TGL2 アップに設定しています。次に着陸装置、車輪を下ろします。キーボードでは車輪を下ろすのが左コントロールと G キー、逆に車輪を上げるのが左シフトと G キーです。X56 では M1 モード TGL1 アップとダウンに設定しています。プロペラ RPM コントロールレバーを操作して回転数を2200にします。スロットルレバーを調整してスピードを徐々に落としていきます。
速度が200マイルを切り、最終アプローチ段階になったところでフラップレバーを下げてフラップを完全に下ろします。キーボードではフラップを下げるのを左シフトと F キー、 X56 では K1 アップに設定しています。フラップを下げると急激に速度が低下しますので、150マイルを維持することを意識してスロットルを調整します。あまり急激に高度を下げると車輪がバウンドしてしまうので、ゆっくり高度を下げます。スロットルを絞って徐々にスピードを落としていきます。速度が90マイルを切ると機体が沈み込みます。やや機首を上げてギリギリの高さを維持して、主脚と尾輪の3点で着陸するようにします。ここはつま先ブレーキではなくラダーを使いながら滑走路に収まるように操作します。あとはスロットルを戻して減速していきます。ある程度スピードが落ちたら両足のつま先ブレーキをかけます。急ブレーキだとお尻が上がってしまうので、軽く叩くようにブレーキをかけます。今回の着陸編はいかがでしたでしょうか。まあ正直あまり綺麗な着陸ではないんですが、今のモッキーの技量ではこれが限界です。次回はナイトフライトの方法をお届けしたいと思います。また不定期ながらコンテンツを増やしていきますので、よろしければチャンネル登録をお願いします。最後まで見ていただき誠にありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。